前回のおさらい。1年に数回だけ開催される昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ。この日だけの特別な食事や橋の下からの絶景を堪能。船内ではカジュアルコンサートも開催されており、休む間もないくらいのイベントが盛りだくさん。それでは本編の続きをどうぞ。はい、どうも皆さんこんにちは。ともにと申します。今回の動画は先週公開した動画の後編となっておりますので、まだ前編を見ていらっしゃらない方は先にそちらを見ていただくことをお勧めいたします。私は今7階の展望デッキに向かっておりますが、なぜだかわかりますでしょうか？はい、そこのあなた、正解です。今回私ともにが乗船しているサンフラワー紫昼の瀬戸内海カジュアルクルーズには多くのイベントがありますが、その中でも日中だからこそ見れる景色の一つ、本州の岡山県と四国の香川県を結ぶ瀬戸大橋のアンダーパスです。瀬戸内海をまたいでかかるこの橋は全長およそ 13km。 この瀬戸大橋の最大の特徴といえば、やはり車と電車が一緒に通れる道路と鉄道が併用されている橋といったところでしょうか。といっても車と電車が並走するといったことはありません。橋の上部が自動車道路、橋の下部が鉄道の二段構造となっており、道路は最大時速 100km、 鉄道は最大時速 160km まで対応しているようです。そんな少し変わった構造をした瀬戸大橋のなかなか珍しいアンダーパス、ぜひご覧ください。はい、いかがでしたでしょうか？恥ずかしながら私は鉄道についてあまり詳しくないのですが、鉄道がお好きな方にとっては瀬戸大橋は聖地なのかもしれませんね。展望デッキでは多くの人が瀬戸大橋のアンダーパスを眺めていて、同じ景色を共有しているというちょっとした心地よさっていうんですかね。この感覚も船旅だからこその特別な体験です。それにしてもこの瀬戸大橋、とても長いですね。そんな感じで素敵な景色を楽しんでいると、あっという間に時刻は夕方の5時。余談にはなりますが、このクルーズ中開放されていたレストラン、夕食の準備が始まるということで、一旦この時間で開放が終了。それに伴いドリンクバーも終了となりますので、最後にもらっておきましょう。夕食の営業が終了後、スペース自体はもう一度開放されるようですが、その際はドリンクバーはやっていないようなので、その点だけは事前に知っておくといいかもしれません。少し時間が経過し、お腹もペコペコの状態。レストランは夕方の6時から開店しているため、すでに営業しているのですが、開店直後に訪れたところ、めちゃくちゃ並んでおりまして、行列がアトリウムに届きそうなほどでした。妻と相談の結果、もう少し空いたら食べに行こうということになりましたので、しばらくアトリウムで待っていたのですが、なかなか混雑が解消されず、こんな時間になってしまいました。ということで、今回の船旅でもう何回目になるかもわからないほど訪れている7階展望デッキに今一度やってきました。時間的にもオレンジ色の綺麗な夕日が見えておりますが、
その手前に大きな橋が見えていますね。はい、このクルーズ中3回目、最後となる大きな橋のアンダーパスです。この橋の名前は来島海峡大橋。愛媛県の今治市と同じく愛媛県に属する島である大島を結ぶ全長約 4km の吊り橋。この来島海峡大橋の特徴といえば、世界で初めて3つの吊り橋が連結された三連吊り橋ということでしょうか。通行路は中央が自動車専用道路、北側に自転車歩行者道、南側には原付道が整備されており、ドライブだけではなくサイクリングやウォーキングでも渡ることができます。そんな来島海峡大橋のアンダーパス、無事に完了です。先ほどの瀬戸大橋のアンダーパスの際は早送りをしたりナレーションなしといった編集をしておりましたので、今回の来島海峡大橋のアンダーパスは通常の編集にしてみましたが、いかがでしたでしょうか。こういった感じで景色が見たいといったようなご意見等ございましたら、何なりとコメントしていってくださいませ。それにしても改めてとても綺麗な景色ですね。瀬戸内海に浮かぶ島々に重なる夕焼けと水平線を眺めるこの時間、日常ではなかなか見ることができない非日常の体験です。もう少しだけこの素敵な時間を楽しむことにしましょう。先ほどのエモい雰囲気から一変、お腹が空いてそろそろ我慢も限界に近づいておりますので、待ちに待ったレストランに向かっていきましょう。サンフラワーの夕食といえばもちろんビュッフェスタイル。料金は大人1人当たり2500円。入り口にある券売機で大人2人分のチケットを購入して中に入っていきましょう。レストランの中は満席といったほどではありませんが、まだまだ利用されている乗客も多く、それなりに混雑といった感じですかね。入り口の近くにある座席を確保いたしましたので、いよいよ楽しみにしていたビュッフェに突撃しましょう。ビュッフェ会場には美味しそうな前菜やローストビーフといった王道のメニューはもちろん、瀬戸内海の航路にちなんだ食材や郷土料理、その他にもシューマイや揚げ物コーナーといった老若男女誰でも 120% 楽しむことができる、とても豊富な種類の料理が並んでいます。私ともにサンフラワーに乗船したら必ず食べてしまうのがこのプリップリなお刺身と大分県の郷土料理である琉球。いわゆる海鮮丼のような料理ですが、これがまた美味しいんですよね。他にもサンフラワーオリジナルカレーやなんとうどんまであるんですけれども、もちろんデザートもとても充実しております。美味しそうなフルーツやケーキの数々、その隣には3種類のアイスクリーム、そして中央にそびえ立つチョコマウンテン。もうよだれが止まりませんね。ということで無事に料理を取り終えました。欲望に忠実に従った結果、やはり茶色い料理が多くなってしまう私ともに、もちろん先ほどご紹介した琉球も取っております。ちなみにこちらが妻が取った料理の数々。盛り方が全体的におしゃれなほか、私よりは緑が若干ですが多い気がします。そろそろこの料理の数々を目の前にして待つのは辛くなっておりますので、サンフラワー紫の夕食ビュッフェいただきます。
はい、ごちそうさまでした。どの料理もとても美味しかったのですが、個人的にはやはり一押しの琉球が最高でしたね。白米とお刺身のベストマッチ。どんどんお箸が進んで、あっという間に食べ終えてしまいました。食べ終えた後の食器は返却コーナーに持っていく必要があるのですが、もちろんこれで終わりではありません。そう、通常の食事とは別腹のデザートのお時間です。お腹はすでにいっぱいなのですが、ついつい取ってしまうんですよね。ということで、こちらが厳選されたデザートの数々。バニラアイスクリームにケーキが3種類、そして一番目立つ大きなマシュマロ with チョコレート、そしてこちらが妻が取ってきたデザートの数々。バニラアイスにチョコレートをかけるというおしゃれなテクニックを披露してくれました。それではサンフラワー紫のデザートいただきます。はい、ごちそうさまでした。お腹はすでにいっぱいだったはずなんですけどね。あっという間にペロリと食べ終えてしまいました。とても美味しかったです。これだけ食べるとさすがにお腹も大満足。利用したテーブルを軽くきれいにしてレストランを後にしましょう。やっぱりサンフラワーの食事は最高だなんてことを考えながら7階の展望デッキへ。外に出てみると辺りはすっかり暗くなっており、少し涼しいですかね。お腹も満たされたところで夜風を浴びる贅沢な時間を堪能しましょう。そろそろ旅の疲れも出てくる時間帯ですが、そんな時には7階の展望台浴場。今の時間帯はどうやら空いているようですので、足を伸ばしてリラックスしちゃいましょう。なお、浴場内は撮影ができませんことをご了承くださいませ。それではいざ大浴場へ。さあ行くぞ。いやー、最高でした。気になる大浴場の様子はこんな感じ。めちゃくちゃ広かったです。今の時間は夜ですので、外の景色は正直あまり見えなかったんですけれども、日中は綺麗な瀬戸内海の景色を楽しむことができそうです。ちなみに脱衣所の様子はこんな感じ。こちらもとても広く、大人数名が同じタイミングで使っていてもストレスは全然感じませんでしたね。大浴場の営業は夜の10時30分までとなっておりますが、万が一その時間に入れそびれてしまった場合でも24時間利用可能なシャワールームもありますので、その点もご安心ください。サンフラワーの夜はまだまだ終わりません。この時間開催されているのはアトリウムの天井を利用したプロジェクションマッピングショー。時刻はすでに夜の9時を過ぎていますが、たくさんの人がこのアトリウムに集まっていました。おそらくざっと100人くらいはいらっしゃっていたんじゃないでしょうか。そのため私が来た時には空席があまりなく、見えにくい位置の映像となってしまい申し訳ありません。こちらは8階からの映像。天井は少し見えにくいですが、なんとなくの雰囲気はお伝えできているんじゃないでしょうか。肝心のプロジェクションマッピングショーの内容ですが、主にサンフラワーの紹介や心が休まる綺麗な景色を私たちに見せてくれています。
幻想的なプロジェクションマッピングショーいかがでしたか？プロジェクションマッピングショーはおよそ15分行われており、一息ついたのもつかの間。本日最後のイベントである夜のエンジョイコンサートが開催されます。ありがたいことにとても忙しいです。演奏者の方はお昼のエンジョイコンサートと同じ方のようですが、時間帯に合わせて衣装や演奏曲が違うものとなっておりましたので、とても新鮮でした。博士太郎の情熱大陸や映画ピノキオの星に願いをといったあまり音楽に詳しくない私ともにも聞いたことがある名曲を披露してくれました。本当はそのまま演奏の音源を皆様にお届けしたかったのですが、あまりにも上手すぎて YouTube の著作権に違反してしまいそうだったので、映像だけとなってしまいましたこと、ご了承くださいませ。拍手大喝采でエンジョイコンサートも無事に終了。いやー、とても素敵な演奏でした。現在の時刻は夜の10時10分。ようやくですね、本日のイベントがすべて終了しました。このチャンネルを通じてたくさんの船旅を経験させてもらいましたが、ダントツで忙しい一日でした。もちろん良い意味でということですからね。この後およそ2時間後の日付を回った0時5分頃、このサンフラワー紫は別府港に到着する予定ですが、さすがにそこまで起きていられる気がしませんので、少し早いですが部屋で休むことにしましょう。それではとても長い一日お疲れ様でした。おやすみなさい。はい、おはようございます。昨晩遅くまでイベントが盛りだくさんだったためか、船内の人影は若干少なめ。私自身まだ眠さはありますが、その眠い目をこすりながら早速7階の展望デッキへ向かっていきましょう。外に出てみると広がっていたのは大分県の大地。昨晩部屋に戻るとすぐに寝てしまったため、着岸したことすら気がつきませんでしたね。空には分厚い雲がかかっていて、若干心配な天気模様です。この時間連絡橋は接続されていませんが、およそ2時間後の朝8時には接続されることでしょう。そういえば昨晩の着岸後、深夜に下船した人は何人くらいいたのか気になりますね。下船時間の朝8時までは船内で滞在することになりますので、一度船内に戻り、そのまま朝食の営業をしているレストランに向かっていきましょう。さあ行くぞ。朝食は大人1人当たり750円。妻と自分の分合計1500円を券売機で精算し、レストランの中へ。レストランは夕食時ほど混雑はしていないものの、思っていたよりは多いなぁといった感想ですね。朝食は昨日の夕食同様嬉しいビュッフェスタイル。早速料理を取りに行きましょう。食事会場には和食や洋食、いろいろなメニューがずらりと並んでいます。甘い香りが漂う焼きたてのパンに、ふわふわの卵料理やソーセージ、新鮮なサラダやフルーツまで、好きなものを少しずつ取れるのもビュッフェならでは。一日の始まりにちょっと贅沢な朝の時間です。ということで、こちらが私ともにの朝ごはん。早朝ということもあり、お皿には若干スペースが空いておりますが、それでも大好きな朝カレーだけは忘れません。一方、
妻の方はと言いますと、どうやらこの日はパンの気分だったようです。一緒にいる人とそれぞれ好きなものを食べることができるのもビュッフェスタイルのいいところです。それではサンフラワー紫の朝食ビュッフェいただきます。はい、ごちそうさまでした。食べ始める前は若干少ないかなとも思っていたのですが、ちょうどいい感じにお腹いっぱいです。料理を取りすぎて食べきれず残すのが一番良くないですからね。朝のコーヒーもいただき、贅沢時間を堪能。最終的にレストランを出たのは7時20分頃。下船の時間まではおよそ40分ほど。名残惜しいですが、そろそろ下船の準備を始めていきましょうかね。部屋で荷物の整理をしていたところ、あっという間に下船の時間が近づいてきました。居心地の良かった部屋ともお別れして、下船口のあるアトリウムへ向かいましょう。今更ですが、ここの扉、自動ドアなんです。ということで、アトリウムに到着。すでにたくさんの人たちが下船の時間を待っていましたね。そのまま待つことおよそ5分ほど。予定していた8時よりも若干早めの7時55分に下船が始まりました。乗船時の大阪ターミナルとは違い、別府ターミナルはすぐそこ。短めの連絡橋を少し歩くだけであっという間に到着です。ここ別府港フェリーターミナルから最寄り駅である別府駅までは歩いて行けないこともないですが、バスが数多く運行しておりますので、そちらの方がおすすめです。それにしても下船した直後ということもあり、バス乗り場はとても混雑していますね。このように乗船客の大半は別府駅に向かうようですが、今回私たち夫婦は別の観光地へ向かう予定です。その観光地とは、のどかな山あいに広がる温泉地湯布院。湯布岳を望む絶景とおしゃれなカフェやアートスポットも充実した癒しの街です。湯布院に行くためのバスはおよそ40分後。しばらくこのフェリーターミナルで待たせてもらいましょう。さあ行くぞ。そろそろバスが到着する時間でしょうか。あれほど混雑していたバス停もこの時間になるとさすがに落ち着いていましたね。ということで湯布院行きのバスが到着。赤い色が可愛らしいデザインです。全員の乗車が完了するとバスは出発。私たちを別府まで乗せてくれたサンフラワー紫の姿も少しずつ小さくなっていきます。今回昼の瀬戸内海カジュアルクルーズに参加した感想なんですけれども、一言で言えば最高でしたね。フェリーといえばやはり貨物の物流というイメージがまだまだ強いかなと思いますが、こういった船旅のツアーも開催されており、その楽しさや魅力を少しでも視聴者の皆様にお届けすることができていたらとても嬉しいです。本当はもっと感想を語りたいところではありますが、船内の各イベントごとに感じたことをナレーションさせてもらいましたので、この場では泣く泣く省略させていただきます。ということで、動画2本にわたってお届けしてきた昼の瀬戸内海カジュアルクルーズの船旅はここまでとなります。このチャンネルでは毎週金曜日に船旅をメインとしたちょっと非日常な旅の魅力を紹介する
動画を投稿しておりますので、よろしければチャンネル登録や高評価、コメントをしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。